さてと、それじゃあ始めようかな。本日のテーマは、シェーダーグラフのアニメーションについてです。前回の配信で、ローディングのアニメーションを作成するときに、シェーダーグラフを使用したのですが、ノードの組み合わせを模索するのが楽しいですね。ということで、今回もシェーダーグラフを使用して、いろいろなノードの組み合わせを試してみました。まずは右クリックのメニューからシェーダーグラフを新規作成して、オープンシェーダーエディターで編集画面を開きます。図形を配置する部分のノードですね。今回のサンプルではタイリングの値を5に設定して25個の四角形を配置してみました。フロートプロパティを作成して四角形の大きさを調整できるようにしています。これで図形を配置することができたので、続いてはノイズノードを使用してアニメーションを作成してみます。先ほど配置した図形にそれぞれアニメーションを適用したいので、ポスタライズノードを使用して階調を落としています。フロートプロパティを作成して乗算のノードに接続しました。アニメーションの速度を調整できるようにしています。今回のサンプルでは X 軸方向にスクロールするノイズを作成しました。複雑なノイズのアニメーションにしたいので、乗算のノードで逆方向にスクロールするノイズも作成しています。シンプルノイズノードの出力を加算のノードに接続しました。これでノイズを使用したアニメーションが完成したので、続いては図形にアニメーションを適用します。サチュレートノードに接続することで、0以下の値は0、1以上の値は1になります。最初に配置した図形とノイズのアニメーションを乗算のノードに接続します。カラープロパティを作成して図形の色を変更できるようにしました。これでノイズのアニメーションを適用することができたので、最終的な結果をフラグメントに渡します。シェーダーグラフの編集が完了したら、セーブアセットで保存します。シェーダーグラフが適用されたマテリアルを UI に設定して、ゲーム画面に表示してみました。図形の大きさや色を変更してみます。ゆっくり変化するアニメーションも良いですね。とりあえずは動作を確認することができたので、続いては枠線のアニメーションを作成してみます。
まずはアニメーションを適用する画像を用意します。今回使用するのはシンプルな枠の画像ですね。画像の準備ができたら、シェーダーグラフを新規作成して、オープンシェーダーエディターで編集画面を開きます。今回のサンプルでは枠の画像にアニメーションを適用するので、バーテックスカラーノードを使用して、インスペクターで設定した色が反映されるようにしました。レクタングルノードやラウンデッドレクタングルノードを使用して枠を作成することもできますね。とりあえずは枠を配置することができたので、続いてはタイムノードでアニメーションを作成します。フロートプロパティを作成して線の分割数を設定できるようにしました。アニメーションの速度を調整するプロパティも追加しています。作成したプロパティの値を変更すると、左のような感じで動作します。これで回転するアニメーションは完成したので、続いては枠線にアニメーションを適用します。枠線の画像とアニメーションの出力を乗算のノードに接続しました。とりあえずは枠線にアニメーションを適用することができたので、最終的な結果をフラグメントに渡してセーブアセットで保存します。シェーダーグラフが適用されたマテリアルを UI に設定してゲーム画面に表示するとこうなります。メニュー画面のボタンにマテリアルを設定してみました。回転のアニメーションが再生されましたね。線の分割数を変更してみます。分割数を1に設定したアニメーションも良いですね。ということで、本日はシェーダーグラフを使用してノイズと回転のアニメーションを作成してみました。ご視聴ありがとうございました。